虎の乗り方教えてもらえるかと思ったのに。そうだよ、軍勢って呼ぶにはちょっと少ないけど。挙兵は初めてなんだから。姉さんの名が響いてるおかげだと思うの。いいよ、リンファの馬に乗ってる姿見てるだけでご飯が進む。出発の時手勢を何人か走らせて劉邦が挙兵するって噂を広めさせたわ。姉さんは拝見で名高い侠客だったから聖望に惹かれて駆けつけてくるのね。翔花ちゃんがそうしろって言ったんだよね。細かいところまで気が回る子で助かってます。隠れてた時の食料や今持ってる武器もいずれ必要になるからって送ってくれたし。翔花ちゃんはすっごいよそれに増してすごいのがこの竜王だ。牌を仕切るようになったらもっと超すごくなるから天のしるべも期待しときよ。中原の町は城壁で囲まれてるのが普通だよ。牌は県庁があるしこの辺りだと一番大きいかな。それよりも問題はさ、どうして開いてやがらないの？どうだった？ごめんなさい姉さん。城門を開けるよう権令を解き伏せようとしたけど姉さんの名を出しても城の兵が帰れの一点張り。権令が姿を見せる様子もなかった。リンファが謝ることじゃないでしょ。悪いのが権令だし。城壁の兵は皆戦支度だった。近づくなら一戦交えるのも辞さずってことね。本当にすごいわね。芝仙君が言った通りになったわ。でしょ。やっぱ私の目は確かなんだけど。権令ね、ビビって反乱やめるとかさ。だったらいっそ討伐軍でも出せばいいのにそれもしねえとか、何から何まで腰抜け野郎だわ。こうなると問題は兵糧よ。兵が増えたし数日で飢えてしまう。さっさと権令を引きずり出さないと。
には天のしるべがいる。天の使いが私を王だと言ったわ。劉邦が目指すのは遥か天外のその先、拝見ごときちょちょいのポッポータっつーの。悩むな嘆くなうつむくなだぞ。心配しても何も良くならないよ。それならありのまま全てを楽しむ方がお得だよね。よーし、睨み合いなんてめんどくせえ。この喧嘩真っ向から受けて立つわよ。リンファ、あの大蛇みたいに一気にやっちゃうわよ。ならばこの半壊に門を開けなかった不守備を挽回する機会をいただきたく。これより城門へ行き、立ちどころに打ち破って赤龍の乙女の道を開いてまいります。腫れ者の賢齢の首、御前に献じ立てまつらん。手勢は無用、我が身一つで十分なれば。そうよ。いけるいける。ねえリンファ。守備の人に帰ってもらって門の中に入って、それから賢齢を探し出してお仕置きをする。やることはこれだけでしょ。みんなを待たせないようすぐに終わらせてくるわね。よーし、晩ご飯ははいで食べようね。シバさん、いきなり飛びつくなんて危ないわ。どうしたのいきなり。どうしてそういうこと言うの？もしかして私だと賢齢は打てないっていう天のしるべのお告げ？あなたが姉さんの姉さんらしさを決めるというの？リーファ、ちょい黙って。はい姉さん。大蛇の時もだけど超万有なとこあるよね。でもさっきのはキュンときた。リンファに命じれば賢齢を叩き切って愛を手に入れるのは簡単だが、果たしてこの劉邦の道としてふさわしいのか。これは天のしるべから赤龍の乙女への問いかけね。
鳳が天のしるべにお答えする。王侯将相伊豆くんぞ主アランや、劉邦はここから王になろうって言うんだもの。道理も条理もぶちのめすには劉邦は劉邦のまま劉邦でいかなきゃ。そういうことだよね、天のしるべ。リーファさっきの命令なしね。姉さん、ちょっと。みんなさ、そう思うよね。あれ、みんなどうして冷めてんの？完成で盛り上がる流れでしょ。姉さんが何を言っているのかわからなくて戸惑ってるのよ。私もよくわからないわ、姉さん。だからみんな郷里のやつらと戦うなんて嫌だよね。そっかそっか、よーしわかった。みんなの思い、この劉邦が確かに受け取ったわよ。やっぱさ、人に感謝されるって気分いいね。たまんないわ。それが姉さんの決めた劉邦らしさなの？そういうことになんのかな。あんま難しい話私わかんないしさ。つまりハイで同郷の血を流して恨みを残したら、翔花ちゃんが守った劉邦の名には似合わないと。だから無駄な血は流すなと。無駄かどうかはわかんないけど、私は好きじゃないなって。ただリンファでもどうしても難しいって言うなら最後のところは任せるししゃあない。姉さんは無茶ぶりばかりするんだから。この場はご命令に従います。でも戦わずしてどうやってハイの城門を開けたら。それは芝仙君、まさか剣霊を解き伏せに？マジで？何を言ってるの。そんなのできるわけが。ハイは敵地。のこのこと乗り込んでいったらその場で殺されてもおかしくないのよ。芝仙君、その心意気やよし。芝仙の覚悟に劉邦と仲間の天命を預ける。姉さん、芝仙君と一緒に行っても構いませんか？敵陣に乗り込むのなら護衛はいた方がいいでしょ。いいからお姉さんの好きにさせて。姉さんのそばにいられないけどそれで構いませんか？リーファ、匠のことは任せるよ。二人とも劉邦の破業は始まってもないんだから
怪我とかしたら承知しないからね。はい、姉さん、お任せを。それでどうやって範へ入るの？私の時は門前払いで町に入れる気は皆無だった。あら、嬉しいわ。見せ場をくれるのね。我が名は半海。こちらは龍鳳に下った天のしるべ。龍鳳から建礼殿への使いとしてきた。門を開けられたい。招いておきながら締め出したこと、龍鳳はお怒りだ。使者を迎え入れぬというのならぶち破って押し通るぞ。わざわざ倒されに出てくることもあるまいに、龍鳳の願いゆえ命は奪わぬ。主の慈悲に感謝せよ。さあ、道を開けよ。なんだけど建礼がいないなんてね。臆病者ね。死者の前に出る気概もないなんて。まあ私たちを捕まえようとしないだけマシだけど。さて、これからどうするの？粋に暴れ回って建礼を捕まえるでもいいけど。どういうこと？芝仙君がやろうとしているのは一体。丁重に開けろと頼んだだけです。お久しぶりです、長老衆の方々。いいえ、使者はこちらの。噂はお聞き及びと思いますが、龍鳳へ降りた天のしるべです。芝仙君、それは。
火の手かってことは、匠たちが何かやってくれたんだよ。龍鳳の道を開いてくれたんだよ、きっとね。長老？金霊じゃなくてコポン、何用か？金霊を？コポン、ご苦労である。長老たちを動かすだなんて、私は全部ぶった切ればいいとしか。それでどうしてこうなったの？本当に神通力でもあるみたい。までの考えが。なのに姉さんを止めた時カッとなってごめんなさい。故郷のここで血を敷いていたら灰は手に入っても人が離れていた。翔花ちゃんの苦労を水の泡にするところだった。姉さんも私も翔花ちゃんもあなたに助けられた。ありがとう。姉さんの名を守ってくれて。あなたは本当に天のしるべなのかも。芝仙君の姉さんへの思い、本物なのね。これからはリンパと呼んで。私のマナよ。一緒に姉さんの道を支えましょう。迎えてくれるなんて思わなかったよ。匠くんが見事に解き伏せたところ、姉さんにも見せてあげたかった。匠が信じてくれるなら、私この夢を叶えられそうな気がする。だからさ、これからもよろしくね、私の天のしるべ。姉さん、匠くんと仲良くするのは後ね。先にやることをやらないと。そうだね。匠、リーファ、早く来て。さっさと堅調を抑えないと。私もそう思う。